こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック10になります。今回カットするのは海外でも人気のセレブセミロングレイヤーです。もちろん日本でもセレブの女性に人気が高いスタイルですので動画を作りました。サロンではしっかりした基本を身につけた上でいかに早く簡単に切るかが大切になります。あなたにとってもお客様にとっても早くカットができることは大きな武器になりメリットです。ですからいかに早く簡単に切るかがこのアカデミアでのテーマでもあります。はじめにアウトラインをウェットでカットしてから髪を乾かしレイヤーカットやそぎを入れていきます。今回のポイントは前髪の段差の髪をガイドにバック中心部に向かってカットしていくことです。この動画は日本語字幕で対応していますので世界各国の言語に変更して見ることができます。では早速動画をご覧ください。はじめにセンターで分けてバック中心部を縦スライスにパネルを取り自分がイメージした長さを想定してチョップカットします。一番元になるガイドですので顔とのバランスを考えて決めましょう。次に片方ずつバックセンターで作ったガイドの流れを見てボックスボブの要領でカットします。バックが左右対称かどうか確認後、フロントサイドをカットします。もちろん慣れればガイドにチョップカットすれば良いのですが、今回は初心者でもなるべくミスなくカットができるように、目尻の上がったところから頭を垂直にして床に平行のブロッキングラインを取ります。この意味は、このラインを目印にすることで、お客様の頭を固定しなくても正確にカットすることができることです。やはり反対側も同じようにカットします。次に前髪部分のゾーンを分け取りブロッキングします。その後前頭部と後頭部を分けフロントサイドをダウンシェイプして毛束に対して挟む指の角度を決めて斜めにチョップカットします。反対側も毛束に対して挟んだ指の角度を同じにして左右対称に斜めにチョップカットします。次に
前髪部分の紙をセンターで分けてフロントサイドをガイドにチョップカットします。もちろん反対サイドも同じです。左右対称かどうか確認後、ウェットカットの終了になります。はい、これで紙を乾かします。ブロードライできました。センターで分けた状態に乾かしました。では、顔正面センターからレイヤーをつけていきます。斜めスライスに取り、前髪の一番短い紙をガイドにパネルを引き上げ、チョップカットします。次はガイドができましたので、同じ要領でフロントからバックセンターに向けてカットしていきます。こうすることで髪の上の部分が手ぐしを入れた時に後ろに流れやすくなり、フロントサイド、耳のところに穴を開けないようにカットを進めます。本来顔正面の前髪の短いところをガイドに切り始めたわけですから、フロントサイド内側に穴が開くはずはありません。ですが、内側の髪の厚みを確認しながら、初めはカットしていった方が良いでしょう。同様にバックセンター中心までカットを進めます。バックセンターまでカットができましたら、体の向きは変えずに反対サイドも顔正面からカットを進めます。同様にバックセンター中心までカットを進めます。髪の厚さを残し、毛束を引き上げ、チェックカットします。これはバックも同じように必要な内側の髪を残して横スライスでチェックカットします。もちろん反対サイドも同じようにチェックカットします。
次にそぎですが、毛艶をなくさないように手ぐしを入れた時に毛束に立体感が出るようにスライドカットやハサミの刃先を使ってウィービングカットをし、空間をつけて動きやすい毛束を作っていきます。ブロッキングは何回かに分けてスライドカットを入れていきます。こうすることで毛艶が保たれ、メリハリの効いた立体感が出てきます。そぎの入れ方については左右対称になることを考え、最も大切なことはハサミの入れる方向と角度が重要になります。
最終仕上げはカールアイロンでハーフカールをつけていきます。中間部は下に向けてカールをつけ、トップ付近は根元の立ち上がりと毛先の方向性を重視してカールをつけます。軽くワックスをつけて手ぐしを入れて仕上げていきます。はい、仕上がりになります。はい、セレブセミロングレイヤーの仕上がりです。ここに前髪を加えると本田翼の髪型にもなります。多くのアレンジが効くカットスタイルになります。はい、引き続き図解にて解説していきます。センターラインに分け、フロントサイドとバック部分を分けます。バック中心部の毛束を縦スライスで取り、ガイドを作ります。一番元になるガイドですので、仕上がりの長さをイメージしてカットします。バックセンターラインで分け、片方ずつガイドの延長線上でチョップカットをします。頭を垂直にして床に対して平行にカットします。反対側も左右のバランスを見てチョップカットしていきます。左右対称に切れていたらフロントサイドに移ります。フロントサイドは初めのうちは目尻の上がったラインで床に平行にブロッキングラインを作り、そのラインを目安にフロントの長さをカットしていくと、お客様の頭の位置がずれていてもミスが少なくなります。下のガイドができたらトップセクションもガイドに合わせてカットします。もちろん反対側もブロッキングラインを目印にすることでカットの精度は上がります。ボックスボブのようなアウトラインが完成したら前髪部分をブロッキングします。こうすることでフロントサイドの毛束が正確に切りやすくなります。まず前髪部分と後頭部を分け、図の白の部分をダウンシェイプして指で挟み、毛束に対して指で挟んだ角度をしっかり覚えておきます。指の挟んだ角度に沿ってチョップカットしていきます。もちろん反対側も同じように毛束に対して指の角度を基準に前上がりにチョップカットします。左右対称かどうか確認後、前髪のブロックをカットします。この図でいう薄いブルーの部分です。白のガイドをもとに毛束をダウンシェイプして指の角度を決めてチョップカットします。反対側も同じようにカットして左右対称かどうか確認します。はい、これでウェットでのアウトラインカットの終了です。今日はヘアを乾かし、ブローしてからトップのレイヤーを入れていきます。今日のポイントは前髪の段差をガイドにしてレイヤーを入れていくことです。図の前髪で作った赤印の部分をガイドに毛束を上に引き上げ、レイヤーにチョップカットします。ここがポイントです。ここからバックセンターに向かってレイヤーを入れていきます。フロントからカットをすることでバック側を少しずつ長めになるようにカットすることができます。こうすると手ぐしを入れた時に後ろに流れやすくなります。反対側も自分の体の向きを変えずにカットします。こうすることでチョップカットのハサミの入れ方が左右対称になりやすくなります。前髪側からバックセンターにカットを進めることも大きなポイントになります。
トップにレイヤーが入ったらフロントサイドより横スライスに毛束を取りチェックカットを行います。下側の残したい紙を残して横スライスに取り毛束を引き上げチェックカットします。もちろん左右対称です。フロントサイドよりバックセンターに向かってカットを進めていきます。次にそぎですが、今回はそぎバサミを少なめに使いカットバサミでそぎを入れていきます。スライドカットを多めに入れていき、立体感のある仕上がりになるように入れていきます。できるだけブロッキングをこまめに取りながら、手ぐしを入れて確認しながら入れていきます。そぎについてはまた別動画で詳しく説明したいと思います。はい、図解説明は以上になります。概要欄に過去動画も記載してありますので、よかったらご覧ください。いいねボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。ですので応援よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。